こんにちは、斉藤直樹です。今回は絵が急成長する人の3つの特徴というテーマでお話ししていきます。僕は20年以上イラストレーターをしてきて、たくさんのイラストレーターさんに会ってきました。みんなが驚くほどのスピードでガンガン成長して上手くなっていく人もいれば、中には練習してもあんまり上手くなりづらい人もいました。やっぱり才能が違うのかなってそういう人は悩んでいたんですが、これ僕から見ると全然違うと思います。そういう人にはある共通点があるなと気づいたんですね。そしてこれは誰しもが意識さえすれば改善できるポイントです。最初に言っておきますが、今回の話はとにかくたくさん練習しろといったメッセージとは真逆のことを言います。いかに少ない練習でより大きな効果を上げることができるのか、そういう内容なんですね。なので今回の話を聞いていただければ、練習してもなんだか絵が上手くならないんだけどといったお悩みを払拭して、なぜか最近めっちゃ上達してるといった変化を体感していただけると思います。今回お話しするのはこの3つです。急成長する人は褒める力がすごい。急成長する人は仮説を立てて質問する。急成長する人は小さなプレゼントを渡す。はい。ちょっとこれだけだと何を言ってるのかわかりませんよね。それでは順番に解説していきます。急成長する人は褒め力がすごい。絵が急に上手くなる人って全体的に絵を褒める能力が高いんです。これ別にお世辞を言うのが上手いというわけじゃないんです。これはつまり言い換えると、相手のいいところがより見える人ということだと思うんです。僕が会ったことがある絵が上手い人って驚くほど相手を褒めるのが上手いんですね。これわかりやすく言うと、俺すげえだろっていう人よりも、うわーすごいですねっていう人、こういう人の方が急成長していくんですね。これなぜだかわかりますか？この時点でなぜだか分かった人は相当センスがいい人だと思います。その理由は実は逆を考えてみると分かるんです。皆さん周りに何をやってもダメ出しばっかり、他人の批判ばかり繰り返す人っているでしょうか？うわーそんなんじゃダメ。だってデッサン狂ってんじゃん。もう無理。この人全然キャラ可愛く描けてないもん。もうこの人じゃなくて他の人に任せちゃった方がいいんじゃない？こういう人割と見かけますよね。多分こういう人って多いと思うんですが、じゃあ彼らは絵が上手いのか？絵とは言わずとも何か別の分野で表現に卓越しているかっていうと、実はそんなこともありません。むしろ自分は何も表現できなかったり、多くは自分で何も生み出せない人の方がほとんどだと思うんです。なので注意してください。もしあなたがイラストに限らず何か創作活動に関わっていて、こういう言葉を吐いてしまっている場合、成長はそこで止まってしまいます。なぜかというと、人間は自分の言葉に一番影響を受けるからです。もう全然ダメだよと人に言ってるつもりでも、その言葉を一番よく聞いてるのって自分なんですね。他人に言ってるつもりでも、その言葉の矢印は実は自分を向いてるんです。だから徐々に他人の悪いところにしか目がいかなくなりますし、それと同時に自分の悪い部分も気になり始めていくんです。これもうそうすると最悪なんです。だって他人の悪い部分しか見えてないわけですから、勉強しようとしても、もうこいつから学ぶことなんて一つもないわ。だってこいつ全然上手くねえし、学ぶことあるって思ってしまって知識を吸収できなくなってしまいますし、それと同時に自分の悪い部分も目についてしまうので、自己肯定感もどんどん薄れていきます。で、自分を否定する一方でふと冷静になった時、自分が前に吐いてしまった負の言葉が自分にも襲ってくるようになるんですね。俺最悪だな。全然上手くなんねえな。こいつから吸収するようなこと一つもねえなって。そしてさらにこの話には先があります。この人はこの劣等コンプレックスをずっと長く持ち続けることはできないので、すごく安直な穴埋めをしようとしてしまうんです。例えば俺あの人と知り合いなんだぜと有名人の権威を利用して自分があたかもすごい人のように振る舞い始めたり、俺昔すごい仕事に関わっててさで自分の経歴を偽ったりし始めてしまうんですね。でしかも同時並行で自分の悪いところはずっと気にし続けてしまうので、どんどん作品を作らなくなって口だけ野郎になっていくんですね。批判ばっかり繰り返すくせに自分では何も作らない。いやもう最悪ですよね。そこまでいくと自分がなんでうまくいかないのか、成長しないのか、自分でもよくわからなくなってしまうんです。だって何の根拠もないのに自分はすごいって無理やり思い込もうとしちゃってるわけですからね。自分が吐いた否定や批判の言葉で自分自ら成長から離れていってしまうんですね。でも一方で相手を褒めるとどうなるのか、これ全く逆のことが起こるんです。誰かを褒めれば褒めるほど他人の
ね、良い部分が見えてくるので、誰からもですね、良い部分を吸収できるようになるんです。技術や知識が豊富なベテランの方からはもちろんのことなんですが、自分よりも年下の若い人からですら、どんどんいいものを吸収できるマインドになっていくっていうことなんです。これちなみにね、誰かに嫉妬で悩んでいる時の解決法でもあるんです。嫉妬してる人をね、褒めまくると、意外とですね、嫉妬心が和らいで、結構ね、ポジティブにその人に迎えるようになっていきますね。そして当然、そのポジティブな言葉の矢印は自分にも向き始めるんです。自分の良い面もですね、同時に発見でき、認められるようになるので、たとえ何か凹むようなことがあっても、いや、俺はできるはず。何かに頼らないで自分の力で立ち上がろう。自然とですね、そう思えるようになっていきます。自己肯定感を糧に立ち上がり、自分の力を信じてね、歩んでいけるようになるんですね。誰かを批判ばかりしていると、その言葉の影響で、自分自身の成長をストップ。止めてしまいます。一方それとは逆に、誰かを褒めまくっていると、その言葉の影響で自分の成長を加速できちゃうんです。わかりますでしょうか？自分が発した言葉、自分の話した言葉が、そのまま自分の未来を作っていっちゃうんです。これすごいですよね。いやでもさ、そんなこと急に言われても、人を急に褒め始めるのってなんかちょっと恥ずかしいっていうか、なんか慣れないよ、難しいよって、思っちゃいますよね。はい。大丈夫です。もちろんね、誰かを直接褒めるのが一番効果はあると思いますが、褒め慣れていない人は、そもそもですね、他人の良い部分自体が見えにくくなっている場合があると思います。そういう場合はですね、口に直接出さずとも、褒める練習をね、できる場所があります。それがですね、電車ですね。もうね、だって電車、めちゃくちゃ人いるじゃないですか。例えばね、つり革に捕まったとしたら、目に映るあなたの前に座っている人全員褒めちぎっていくんですよ。ピアス綺麗ですね。おしゃれですね。うわ、めちゃくちゃ帽子似合うじゃないですか。そのメガネめちゃくちゃ凝った形してますね。どこで買ったんですか？お疲れですね。いやいつも頑張ってらっしゃるのが見て取れます。お疲れ様です。みたいな感じでね。くれぐれもですね、声に出しちゃダメですよ、ここは。もう絶対変質者だと思われますからね。と、このような練習をすることで、最初はですね、人のいい部分がなかなか見つからなかった人でも、徐々にですね、褒めるべきポイントが見つかるようになっていきます。さっきね、お世辞じゃない褒め言葉がいい、みたいなこと言いましたが、褒め言葉はね、なかなか考えられない人は、最初はですね、もう全然お世辞でいいです。というか、最初はお世辞しか思い浮かばないので、もう本当にね、それでいいので、無理やり褒め言葉を考えるようにしてみてください。そういう習慣をね、ゲームとして作ってみるんです。だってね、おしゃれな帽子被ってる人は、帽子褒められたいに決まってるじゃないですか。もうお世辞でいいので、その帽子褒めてあげるんですよ。いや、素敵な帽子ですね。すごく似合うと思います。もうこれでいいんです。そうしていくうちに、知らず知らずのうちにね、褒めるべきポイントが見つかるようになっていきます。自然と褒め言葉が浮かんでくるようになるにつれて、どんどんと人のいい部分を吸収できるようになり、どんどんと自分の成長につなげられる、そういうね、人になっていきます。ぜひ、これ試してみてくださいね。急成長する人は仮説を立てて質問する。はい、よくですね、こういう人がいます。ポーズ人形を使うとキャラクターが生き生きと描けるようになります。と、誰かが言ったとしたら、それに対してね、ポーズ人形なんですか？写真集じゃダメですか？自分でやったらダメですか？こういう風にね、言われたことに対して、条件反射的に質問してしまう人。はい、こういう人結構います。これはね、ちょっと厳しいようですが、あえて言います。こういうね、ちょっと条件反射的に質問してしまう人は、あんまり成長しません。なぜかというと、1与えられたものに対して、1しかね、成長できないからです。でも急成長をする人は違います。1与えられたら5成長してしまう人。これがね、急成長する人との違いなんですね。なんで質問しちゃいけないのって思った人。はい。ちょっとね、落ち着いてください。まさにそれです。あなたが成長できない原因は、すぐそれを人に聞こうとしてしまうことにあります。いえ、質問すること自体はもう全然いいんです。ですが、質問の仕方で、あなたが本来5成長できるところを1しか成長できていない。残りの4の成長の機会を損してしまっているかもしれないっていうことなんですよ。ぐんと成長する人と成長しない人。その違いって何だと思いますか？そう。それが、仮説を立てることです。仮説を立てる。例えば、さっきのね、ポーズ人形を使うと生き生きとキャラクターが描けるに対してね、条件反射的に湧いてきた写真集は自分でやるのはという疑問は、一旦引っ込めて、なぜポーズ人形を使うのか、メリットは何なのか、これをね、いくつか仮説を立ててみましょう。例えば仮説1、立体感や空間把握能力を鍛えるには、ポーズ人形のような実物を確認しながら描くのが重要だから。仮説2、手元でお手軽に
にポーズを変えられて、上からでも下からでも確認ができるから。仮説の3、コレクション欲もね、満たされるし、おもちゃとして暇つぶしにも使えるから。はい。ここでね、相手がわざわざポーズ人形を使うと、素早く生き生きとキャラクターが描けるようになると言ってるのを考えると、2のお手軽にポーズが変えられて、上からでも下からでも自由に確認ができるというメリットが得られるという意味でおすすめしてそうですよね。でもここでね、疑問もいくつか生まれます。お手軽にという意味だったら、違う手段も考えられるんではないだろうか。そこで、お手軽にというキーワードで、代案もいくつか考えてみます。代案1、ネットで調べる。代案2、友達や家族にそのポーズをやってもらう。代案3、練り消しや粘土でそのポーズを実際に作ってみる。この3つの代案とポーズ人形を比べた場合、なるほど。確かに、ポーズ人形の方がお手軽にポーズが確認できるな。誰かに頼らずにできるし、ネットだとそのポーズがすぐに出てくるわけじゃないし、粘土だと若干作るのめんどくさそうだし、と、その人の意図を察することができます。そしてさらに、じゃあもっとお手軽な手段はないだろうか、と考えてもいいですし、それが思いついたら、実際に質問してみるのもいいかもしれません。はい。お手軽にポーズが確認できる点で言ったら、例えば自在店のような 3D モデルでポージングを確認できるツールがあると思うんですが、そういうツールも有用だと思いますか？どう思うでしょうかって。ちょっとここまで行くとね、できすぎた話かもしれませんが、でもね、最後の良いアイデアが浮かばないまでも、実はね、質問すること自体は、成長にとってはそこまで重要なことじゃないんです。だって、いくらその人がね、これはおすすめだよ、と勧めてきても、それだけが絶対に正しい答えっていう情報って、存在しないからですね。それよりも、あなたの成長のためには、あなたがその質問をするために、いろいろ立ててみた仮説や代案の数、それ自体がですね、あなたの成長を加速していくんですね。ネットでポーズを調べる。友達にポーズを取ってもらう。練り消しで作ってみる。そしてポージングアプリ。そして教えてもらったポーズ人形。自分で考えたアイディア分、あなたの問題解決方法が増えたっていうことですから、まさにですね、1教えられて、あなたが考えた4つを足して5つ学んだことになるわけです。でもさ、そんなにうまく考えらんないよ。最初の部分、相手の意図をつかむ部分でちょっとつまずいちゃったよっていう人もいるかもしれません。はい、大丈夫です。そういう場合は、素直に相手に意図を質問してみてください。ただし、それも自分で、間違ってもいいから、仮説を立ててみてから聞くのが重要です。ポーズ人形を使うのはコレクションにもなるからだって僕は思ったんですが、そういう解釈でも合ってますか？違う。手元で簡単にポーズが確認できること。それが今回ポーズ人形を進めた理由だよ。簡単に確認できるものだったら、他にね、何でもいいんだよ。自分の仮説と返ってきた答え、その発想の違いにあなたの成長の鍵が眠っているかもしれません。質問するのは答えをそのままいただくのではなく、自分と相手の発想の違いに気づくため、どれだけそれがね、違っているかを確認するためにするんです。だからですね、何もあなたが立てた仮説が正しくなくてもいいんです。むしろね、間違ってた方が成長につながることすらあると思うんですね。というかですね、むしろ僕は相手に質問するとき、わざとですね、バカな質問を投げかけることもあります。この仮説絶対間違ってんなって思ったとしても、わざとわからないふりして、実際の人間のポーズをそのままそっくり参考にしちゃうと、キャラクターにした時に頭身がおかしくなっちゃうんで、もうすでに上手い人が描いたキャラクターをそのままそっくり参考にしちゃいけないんですか？はい。実際にね、僕がこういう質問をしたことはないんですが、こういうね、分かってない風の質問って、意外とですね、質問に答える側としても結構ありがたくて、自分からはね、その話題に触れにくいんだけど、質問に答えるという体だったら、大事な注意点を伝えられるっていうこともあると思うんです。いや、それをするともうトレパクになっちゃうから、自分の練習としてそれをするにはいいけど、ネットに発表したり、商用利用とかするとすごく問題になるから注意しなきゃいけないよ。そういうね、大事な注意喚起の答えが返ってくるかもしれませんね。はい、最後のはね、ちょっと脱線してしまったんですが、ぜひね、次誰かに質問する際、相手の意図がどこにあるのか仮説を立てて、もし可能だったら代案まで立てて質問をしてみること。これをね、試してみてください。そうすれば、たとえ実際に質問できなかったとしても、必ずあなたの成長につながるはずです。急成長する人は小さなプレゼントを渡す。よくこういう話を聞きます。いくら頑張っても誰にも何も反応がもらえないんです。この原因の一つ、多くの人がやってしまうミスがあるんです。それが、よしやるぞと意気込みすぎて、ついね、
対策を作ろうとしてしまうこと。対策といってもいい意味ではなく、悪い意味。つまり、書き込みがめちゃくちゃすごくて、何人ものキャラクターがぎっしり詰め込まれていて、たくさんのメッセージが散りばめられていること。こういう対策ですね。それってダメなことなの？すごく良い作品じゃないの？って思いますか？いえ、確かにね、そういう絵に憧れる気持ちはわかるんですが、そういう作品は自分の成長を確かめることや集大成を書くにはいいかもしれません。ですが、成長することに焦点を当てた場合、あんまりね、これは効果的ではないんです。もうなんならですね、最初から対策を作ろうとしてしまうことは、むしろ成長の最大の邪魔になると思います。だってね、多くの場合、その対策を作ることで燃え尽きてしまいますからね。じゃあどういう絵を描けば、より成長につながるのか。それは、簡単なイラストでいいので、この簡単なイラストをたくさん描くことです。簡単といってもね、ちょっとイメージが湧きにくいと思うので、時間で言うならそうですね。今の実力で3時間から6時間程度で描けるイラストをどんどんと描いていく。そういうイメージです。3時間から6時間と聞くと、短いと考える人も、長いと感じる人も、両方いるかもしれませんが、これが短いと感じる人は、日頃から対策を作ろうとしてしまう傾向がある人。そしてこれが長いと感じる人は、少しね、手数が足りていない人だと思います。それとね、そもそもまだそこまでいってない。もう3時間も描けないよっていう人は、これはね、本当の初心者さんなんで、そういう人はね、3時間絵を描くこと自体が結構難しいと思います。そういう人は、最初のうちはね、1時間で絵をどんどんと描いていくこと。これをね、意識してみるといいと思います。はい。いずれにしろ、対策を描かずに、どんどんと短いスパンで絵を仕上げていくことが、成長するための一つのキーになります。そして、小さなプレゼントを渡すと意識することには、もう一つ大きなメリットがあります。それは、みんなに見てもらいやすいというメリットです。絵ってですね、対策になれば対策になるほど、見にくくなってしまうんです。そこに含まれているメッセージも読み取りづらくなります。そういう絵ってですね、かなり技術がないと、目に留めてもらうこと自体もめちゃくちゃ難しくなるんですね。でもね、自分が描く側になると、ついついこれをやってしまいたくなります。もっと面白い絵にしなきゃ、もっとすごい絵にしなきゃってね、いろんな要素を足してしまいたくなるんです。でもね、これ要注意です。人は基本的にですね、わかりにくいものに対して、あんまりね、面白みを感じられません。むしろパッと見た瞬間に、その絵が何が言いたいのか一発でわかるもの、明快なものに対して、面白いってね、心が引きつけられやすいです。そうなんです。大きなプレゼントを渡すよりも、小さなプレゼントを入って手渡した方が全然喜ばれることが多いんですね。いやだってね、皆さん自分のこととして考えてみてください。道を歩いていてね、急に話しかけられたと思ったら、これ新商品のジュースなんですけど、100種類あるんで、この100本全部受け取ってくださいとか言われたら、正直困りますよね。いや、今から行くとこあるんだけど、ちょっとこれ、抱えられるかな？なんか、1本でいいなって、なるじゃないですか。絵もね、それと同じなんです。まずは小さなサイズのプレゼントを渡すように心がけること。ジュース100本一気に渡すんじゃなくて、ジュースを1種類ずつ丁寧に相手に渡していく。そういうイメージ。そのイメージで作品を作り続けて、あなたのファンを徐々に増やしていくのが大事です。それでね、あなたのファンがどんどん増えていったら、もしかしたら100種類一気にくださいっていう人も中には出てくるかもしれませんし、これじゃ足りないんで、2リットルのペットボトルないんですかっていう人も出てくるかもしれません。そしたらその人に向けての作品を作ればいいんです。まずは相手がすぐに持って帰れるサイズのちょっとしたプレゼントを渡す。これを意識できれば、あなたの絵を見た人はちゃんとあなたのメッセージを受け取ってくれて、なんかこの絵気になった。いい絵だね。この絵好き。そんな風に反応を返してくれるようになると思います。大きなプレゼントじゃなくて、小さなプレゼントを渡す。ぜひね、意識してみてください。以上が今日僕が伝えたかったことです。いかがだったでしょうか？それと今回は絵が急激に上手くなるにはどうすればいいのか、それについての紹介でしたが、人によってはね、今日の話、ちょっとね、不安になってしまった人もいるかもしれません。私、成長遅いんだけど、成長遅いのってやっぱりダメだよね。いえいえ、そんなことはありません。成長が遅い人ってですね、遅いなりにいいこともあるんです。成長が遅くていいことなんてある？って気になった人はこちらの動画、必見、成長が遅い人が実は有利なことがありますをご覧ください。自分のペースで成長していくことに迷いがなくなり、すっきりとした気分でポジティブに成長していけるようになると思います。それではまた次回の動画でお会いしましょう。